いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は基本的なフライタックル、ロッド、リール、フライライン以外にどのような道具が必要なのか、フライフィッシングの始め方、タックル以外の道具編と題して解説いたします。今回の目次です。ウェーディングギア、ウェア、アクセサリー、遊漁券。それではこの3つの項目について解説いたします。ウェーディングギア、ウェア。ご自身のタックルが決まったら、次は釣り場にアプローチするための装備になります。川を渡ったり、湖に立ち込んだり、途中雨や風に吹きつけられることもあると思います。フィールドに合った正しい装備を準備して、安全かつ体温を保ちながら釣りを楽しみましょう。ウェーダー。川、湖、サーフなど用途の幅広い装備になります。体をドライに保つための防水ウェアです。ウェーダーを着用していれば水に浸かっても中の服は濡れません。素材は糖質防水のゴアテックスか寒冷地用のネオプレンなどがあり、シューズ部分までが一体になったブーツフットタイプとシューズを上から履くストッキングタイプがあります。ブーツフットタイプは着脱こそ楽ですが、長靴のようなフィット感になります。シューズでしっかり締め上げるストッキングタイプが動きやすく、最も汎用的です。ウェーディングシューズ。ウェーダーのソックス部分の上からこのシューズを履きます。水辺の歩行のためのシューズで、靴底が滑りにくい素材でできています。最もポピュラーなものは、ソールがフェルト素材でできているもので、苔や泥のついた川や磯など、ぬるついた場所の歩行に向いています。対してラバーソールのものはぬるつきには弱いですが、ざらついた岩面などではフェルトより強い防風性を発揮します。またフェルトソールに比べて摩耗しにくいので長く効果を維持できるという特徴もあります。サイズはウェーダーを履いて着用することが想定されているため、普段履いているスニーカーのサイズなどで選んでみましょう。ゲーター。真夏や荷物をコンパクトにしたい渓流釣りなどでウェーダーを履かずに釣りをする場合に使用します。ウェットウェーディングといい、水に濡れることを前提とした装備です。水に濡れつつもネオプレン素材が冷えすぎるのを防ぎ、怪我からも保護してくれます。また、ウェーダーに比べ軽量コンパクトなため、源流釣りに向くのと、ウェーダーでは暑すぎる真夏の低地などで重宝します。この場合もソックスの上からウェーディングシューズを着用します。フィッシングベスト、パック。釣りの道具を携帯するためのベストやパックです。フライフィッシング専用のものであれば、必要な道具が整理しやすくできていて便利です。レインジャケット、雨具。山で釣りをされる場合、晴れていても急な天候の変化による暴雨、防寒のために常に携行しましょう。普通のレインジャケットとフィッシングレインの大きな違いは、ベストの上から着用できるよう胸囲が大きく設定されていることや、水に立ち込むことを考慮して着丈が短く設定されているなど、釣り用に特化して作られています。後ろにフィッシングネットをかけるためのリングがついているものもあります。キャップ、ハット。頭部の保護や日差しから体を守るためにかぶりましょう。レイヤリング。ウェーディングの際は汗の乾きにくいデニムなどはなるべく避けましょう。浸水や転倒した際にも重く動きが取りにくくなり危険です。また寒い季節には汗の水分で体が冷えてしまいます。できるだけストレッチの効いた河川の速乾性の高いレイヤリングがおすすめです。アクセサリー。フライフィッシングをより快適に楽しむためにはもう少し道具が必要になってきます。釣りをするシーン、例えば管理釣り場、川、湖、海、またはボートなど、それによって必要な道具も変わってきますが、まずはいずれにも共通して必要な重要度の高いものを紹介します。少しずつ気に入ったもの、自分に合ったもの、効果の特化したものなど、楽しみながら徐々に揃えていきましょう。クリッパー、糸切りバサミです。フライを付け替えたり、
リーダーを交換したりするときに使います。反対側にニードルがついているタイプが便利です。ニードルはフックのラインを通す穴のクリーニングやリーダーやティペットが絡まったときにほどく際に役立ちます。フライフロータント。フライの浮力補助剤です。水面に浮かべるドライフライは使っているうちに水を吸って沈んでしまいます。このフロータントをフライにまとわせることによって浮力を維持します。偏光サングラス。水面のギラギラした光の反射を抑えて水中を見やすくします。魚を見つけやすくするのと同時に水辺の歩行がより安全になります。また紫外線やキャスティングの際に不意な横風などで飛んでくる針から目を保護するためにも必要です。ランディングネット。魚をすくうための網です。冷たい水に住んでいる魚は人間の体温程度でも火傷をします。ネットを使い手で触れないようにすれば魚のダメージは少なく済みます。サイズが大小様々ありますが、釣れる魚の最大サイズと傾向性で選びます。フォーセップ。針外しです。魚の口から釣り針が外れにくくなった時に使います。フライボックス。フライを携行するためのケースです。フライの種類によって様々な大きさや収納形式があります。遊漁券。淡水の釣りではほとんどの場所で遊漁証が必要です。河川や湖では資源を管理している漁業協同組合、漁協が存在します。釣り人が幾度訪れても魚がいるのは漁協が管理をしてくれているおかげでもあります。大抵は釣り場の近くの釣り具店やコンビニエンスストアなどで遊漁証を売っていますので、購入してから釣りを始めましょう。遊漁券を事前購入できるスマートフォンアプリやウェブサイトなどもあります。また、一般に自然河川・湖沼では対象魚によって遊漁期間などのルールが定められていますので注意が必要です。多くの漁協ではウェブサイトが開設されていますので、釣り場について事前にインターネットで調べておきましょう。安全に釣りをするための釣り場、マップなども提供されている場合もあります。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。